藤原でございます。今回はメタバースの次にブームが来そうな Web3 関連の仮想通貨について解説していきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。この動画ではね、まずね Web3 って何なのって話をして、Web3 関連の仮想通貨を紹介していきます。で、最後に、Web3 関連のコインが買えるおすすめの取引所を紹介していきたいなと思います。はい、まずね、この Web3.0 って書いて、Web3 と言われてるんですけども、ブロックチェーンをはじめとする分散型ネットワークによって、新しいね、Web の世界、インターネットの世界っていうのがこの Web3 なんですね。Web1、2があって、今3っていうふうに言われてます。で、Web1 っていうのは、1989年に、WWW っていうね、ワールドワイドウェブが発明されて以降の世界を言っていて、で Web2 っていうのは、Google とか Amazon とか Facebook とかね、そういう、いわゆるGAFA の SNS 社会になったことを、Web2 の世界っていう感じですね。で、Web3 っていうのは、次のね、世界で、ユーザーが主権で分散型のインターネット構造っていう感じなんですね。で、Web1 っていうのはね、皆さんもかなり昔なんでイメージできないと思うんですけど、1990年代のウェブサイトの多くは、HTML ページとかね、HTML マークアップとかっていうシンプルなページが主流で、一方的な情報発信と、受信って感じ。例えばサイトがあります、それを見ますっていう世界だったんですね。簡単に言うと。で、Web2 っていうのは、Facebook とか、この YouTube とか、Instagram みたいな感じで、誰でも発信ができるし、受信もできるっていう、双方向の、インターネットになりましたっていう感じなんですけど、この今この主流の Web2 の世界の問題点は、個人情報とかプライバシーの問題がありますよねっていうのと、あとハッキングっていうのと、あと単一障害点っていうのがあるんですよね。例えばね、大量のデータを特定の企業がサーバーで一極体制で管理していることは、ハッカーの対象になるよっていうことで、そこにリスクがあるという感じです。あとはネット検閲って言って、例えば、Facebook とかね、Google とか Amazon とかそういう大きな会社が中央集権的にインターネットを管理している状態。だから例えばトランプ大統領が、Twitter アカウントが永久凍結されたっていうのがあるんですけど、それはTwitter 社によって管理されてしまって、ツイッター社がダメだと判断したら、そういう発信はできなくなるとかね、アカウントが止められてしまうとか、そういうね、ネット検閲的な、意味を持っているわけです。そういうね、問題点を解決するのが、この Web3 ですね。で Web3 っていうのは、まず、その、非中央集権型なんです。英語で言うと、ディセントラライズドって言うんですけど、まず、その中央集権ではない分散しているっていう感じで、ユーザーが、実際使うユーザー自身が自分たちで管理していく。データの所有権を持っていくって感じ。あとは、ピアツーピア取引によって仲介組織がいないって感じね。例えば、中央組織のサーバーを介してるじゃなくて、サーバーが必要ないインターネットの世界になるって感じ。あとは、検閲がないって感じですね。さっき言ったように、その、Amazon とか Facebook とかね、Google みたいな、その大きな会社が管理するんじゃなくて、お互いが、検閲するような、状態っていう感じになるわけですね。ということで、Web3 になると、その非中央集権でユーザー自身が、管理して、で、プライバシーとかも守られやすいみたいなね。ざっくり解説したんで、そういう感じをイメージしていただければいいと思います。で、そういう世界観を実現するために、ブロックチェーンが必要で、それ関連の仮想通貨っていうのがあるんですよね。で、それが、今現時点ね、相場で言うとあんまり上がってないんです。メタバースとか NFT 関連が、上がってきたのと、反比例するかのようになかなかね、上がってないんですよ、今。ただ、今結構ね、Web3 について議論されてるね。少し前は Twitter でジャック・ドーシーが、他の人とちょっとね、言い合いになったりとかっていうのもあったりとかね。そういう感じで Web3 について、ものすごくもう、業界ではね、議論されてたりとかね、いろいろ開発研究がされているって感じなんで、
そこにね、注目して、資金が集まってくるっていう可能性があります。そういうコインが、またメタバース系コインがね、10倍、100倍とかにポンポンってなったように、なる可能性があると思うんですよ。2022年の間にね。だからそういうコインが調子良くなってきたら買ったらいいんじゃないかなと僕は思ってます。で、まず、じゃあ次ね、仮想通貨を紹介していこうと思うんですけど、Web3 関連の仮想通貨がね、すでに結構あります。今日はね、10個ぐらいね、紹介しようと思います。馴染みのね、日本人馴染みが深いやつからいこうと思うんですけど、まず一つ目が、ベーシックアテンショントークンですね。ベーシックアテンショントークンはね、時価総額、だいたい80位ぐらいなんですけども、専用のね、ブラウザを提供するブロックチェーンプロジェクト。ベーシックアテンショントークンでできたブラウザね、ブレイブブラウザっていうね、ブラウザがあるんですけど、例えば広告の表示を減らしたりとか、そういうのも自分で制限したりとかってできる。つまり広告見たくないなと思ったら消すってこともできる。今皆さんね、Google とかでインターネット見たらあちこちに広告現れるじゃないですか。Google AdSense のね。そういうのがなくなってきて、便利っていうのと、あとはそのコンテンツに対して投げ銭ができる。このね、ベーシックアテンショントークンを、送ることができるって感じですね。これは結構前からね、1年ぐらい前から結構日本でも、知られてきたことです。じゃあ次がね、Web3 といったら僕一番最初にこのコインが思い浮かんだんですけど、ポルカドットですね。ポルカドット今時価総額9位ぐらいなんですけど、スイスのね、Web3 ファンデーションっていうね、財団がもともと開発してるんです。パラチェーンという複数のチェーンでトランザクションを処理する並列型のブロックチェーンっていう形で、ブロックチェーンのスケーラビリティ問題を解決することができると。あとはセキュリティシステムをプールすることで、簡単にブロックチェーンを利用することができるとかね、セキュリティレベルとか利便性が高い、コイン、代表格です。価格がちょっとね、ちょうど2020年の冬ぐらいはものすごく上げたんですけど、その後 NFT とかメタバースが流行ってから結構ダラダラ下がってきて、人気がなくなってきたコインですけど、時価総額はね、10位以内に入ってるので、Web3 の代表格コインとして結構僕はまたね、上げてくる場面があるんじゃないかなと思ってます。僕はね、もともとポルカドットすごい好きだったんですね。はい、じゃ次が、ファイルコインですね。ファイルコインは時価総額35位ぐらいなんですけど、IPFS っていうね、インタープレネタリーファイルシステムっていう分散型のピアツーピアのデータプラットフォームサービスを提供すると。データを分散化して、P2P のネットワークにデータを保存して、従来のデータセンターとかディスクとかなどの中央集権で物理的な保存手段に依存してた。結局その、Facebook なら Facebook のサーバーとかに依存してたようなやつを、分散するという役割がある。データ保存を分散する。だからファイルっていうんですよね。ファイルコインっていう。これは日本でも馴染み深いんですけど、これも最近ちょっと価格低迷がね、ひどいですね。ただ、時価総額ぼちぼち30位ぐらいにいるので、注目はされていると思います。で、次が、ICP、インターネットコンピューターっていうね、コインなんですけども、これ時価総額37位ぐらいです。日本には馴染みないけど、バイナンスとかには上場して結構長くなってますね。これは分散型のクラウドサービスのプラットフォーム。クラウドなんですよ、これは。例えば AWS とか Google クラウドなどの既存のクラウドサービスありますけども、これをブロックチェーン上に構築して、安定的で無制限にサービスが利用することができると。例えばブロックチェーン上にサービスを構築して分散することで、従来のクラウドサービスで、かかってた管理費とか手数料がなくなったりとかセキュリティが向上するとかって、そういうね意味があるということで、僕はこれねファンダ的には結構期待していいと思うんですけど、こいつもね、今撮ってる時点ではあんまり上げてないんですが、Web3 が流行ったらね、こいつ結構来るんじゃないかなと思ってます。で次が、日本のコインですけども、ジャスミーですね。ジャスミー時価総額今180位ぐらいなんですけども、データの民主化を目指して IoT 技術とブロックチェーン技術を組み合わされて構築されたプロトコル。データの民主化というのは個人情報をその特定の企業のサーバーとかじゃなくて、
個人自身に還元して、安心安全に分散管理を行うっていう、そういうプラットフォームなんですけど、これはね、僕は、こう言ったらあれだけど、日本でできたね、プロジェクトってあんまり、大きくなった試しがないので、僕は個人的にはあんまり期待してないんですけど、一応ね、時価総額も180ぐらいってことで、ぼちぼちの位置にはいますので、日本のコインを応援したいっていう人は買ってもいいのかなと思います。例えばビットポイントとかで、購入できますので、気になる人は動画の説明欄から、買ってみてください。ビットポイントの口座開設で買ってみてください。で、次が、イーサリアムネームサービスっていうね、ENS。これ最近結構ね、注目度上がってるんですよね。時価総額100位ぐらいなんですけど、イーサリアムのブロックチェーンベースに構築されたネーミングのサービスなんですよ。名前を付けるサービス。例えば、英数字で構築される複雑なブロックチェーンのアセットサービスを簡単な文字に変換するっていう、そういうね、役割のあるサービス。名前通りネームサービスなんです。これはね。これ結構来るんじゃないかな。というのも、そのイーサリアムのね、ブロックチェーンベースなんでね。イーサリアムが発展すれば、必然的にこいつも上がってくるような気がするんで。こいつはね、バイナンスとかで買います。じゃあ次が、マスクネットワークですね。時価総額180ぐらいです。ユーザーがソーシャルネットワークで暗号化されたメッセージや仮想通貨や DApps などのアセットをやり取りすることができるサービス。従来のその中央集権型のその Facebook だとか、YouTube とかのそのソーシャルネットサービス上にイーサリアムベースのピアツーピアのメッセージアプリを提供するということで Web2 から Web3 への架け橋のような役割をするということ。メッセージをやり取りするっていうのが目的です。ちなみにバイナンスには上場してます。じゃあ次ね、BTT、ビットトーレントですね。これは、トロンファウンデーションが保有するブロックチェーンです。トロンの弟分みたいな感じ。で、これはファイルを共有、ダウンロードすることが可能なプラットフォームを提供する。ファイルコインに似たような機能があるけど、トロンがやってるって感じですね。これはね、ファイルをネットワーク上にアップロードすることでトークンを受け取ることができるって、この BTT がもらえるっていうの仕組みがあります。ちなみに時価総額は50位ぐらいで、ぼちぼちですね。取り扱ってる仮想通貨取引所は、バイナンスとかメジャーなところになります。じゃ次ね、草間。草間は、時価総額60位ぐらいなんですけども、ポルカドットの弟みたいな感じです。もう一つのポルカドットとかも言われてる。ポルカドットの新しい機能を実装するための実験サービス。だからポルカドットに付随しているサービスなんですよ。で開発システムはポルカドットに非常に似たようなものになっているということです。で次が、グラフですね。グラフは時価総額50位ぐらいで、IPFS、分散型ストレージとかイーサリアムのデータを検索することが可能なブロックチェーンベースのプラットフォームを提供していると。普通はね、Google とか Yahoo で検索をかけると同時に、グラフを通して検索をかけたり情報を参照することができると。ブロックチェーンベースで分散型に構築されているので、セキュリティとかプライバシーが担保されているという感じです。ということで、今回はね、仮想通貨ね、Web3 関連の仮想通貨ということでざっと紹介してみました。ほとんどはね、バイナンスとかバイビットで買えるので、おすすめの取引所はやっぱりこの2つですね。バイビットとバイナンスかなと思います。少し日本で買うこともできるのもあるけど、でも全部買おうとしたら、その辺のね、海外の取引所になってくるので、気になる人はそういう大きな取引所で買っていくべきかなと思いますね。で、これに対してなんですけど、やっぱり結構ね、どういう役割があるかっていうのが、同じ Web3 銘柄しても結構違ったと思うんですよ。だから、その内容がどうなのかなっていうのをよく見ることと、実際にそれが実用性がどれぐらいあるかなってことを考えたりすることが大事かなと思います。あとは、やっぱりね、時価総額が高いやつは上がってきやすいんだと思うんですよね。今さっきね、いろいろ紹介した中に、ポルカドットが9位で一番低い、マスクとかね、ジャスミーが180位とかなんですけど、結構やっぱり時価総額が高いやつとかは上げやすいのかなと。そのファイルコインだとか、インターネットコンピューターとか、その辺はやっぱ上げやすいのかなと思います。で、
何かに紐づいてるやつ、草間はただポルカドットに紐づいてるとか、ビットトレントは、トロンに紐づいてるやつは、なんかそれ買うんだったら、じゃあ、トロンとかポルカドット買えばいいかなって判断になりがちなので、そういうのよりはやっぱり大元のやつ買うっていうのが、メインのね、投資になるのかなと思ってます。ということで、今回はね、10倍にもしかしたらブームでなるかもしれないっていうね、Web3 関連の仮想通貨、紹介してみました。気になる人はね、バイビットとバイナンス、もう今ね、仮想通貨投資あるので、この2つの取引所は、絶対持った方がいい取引所になりました。日本の取引所だと、時価総額高いコイン半分もないのでね、もうこのバイビットか、バイナンス使っていくって感じだったので、ぜひ、持ってない人は動画の説明欄またはコメント欄から、口座登録してみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。で、入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。